ニュートゥーラベリーマンスリーランキングトップ30。こんにちは、お手紙やぎです。この動画はラベリーに新たにリリースされたパターンの中から個人的に気になったものを月間ランキング形式でご紹介していくという動画になります。今回は2024年6月にリリースされたパターンの中からお手紙やぎが個人的に気になった厳選30パターンをご紹介していきます。この動画を見逃さずにご覧になりたいと思われましたら、ぜひチャンネル登録の上、通知のベルマークをオンにしておいてください。それでは早速行ってみましょう。30位から21位。第30位、ヨークル by ボレットスティーン・グダムンドソン。白地に黒の不規則なラインがとても雰囲気のあるプルオーバーのパターンです。裾に1箇所だけ入った小さなスリットもデザインのポイントになっていると思います。パターン名のユークルはアイスランド語で氷河を意味するそうです。それを踏まえてみると氷の大地に見える模様だなと思いました。ただこの模様はチャートにはなっておらず、フリーハンドのように自由に作っていくとのことなので、少し絵心が試されるパターンではあると思います。第29位、メイクマイセルフフラワーズベスト by ベクスノットスタジオ。北欧のファブリックのようなポップな柄のベストのパターンです。こちらはマイリー・サイラスの楽曲フラワーズに触発されたデザインとのことです。自分自身をもっと愛そうというようなメッセージを歌っている楽曲で、楽曲の世界観を捉えたハッピーでパワフルな空気感のデザインだなと思います。第28位、グランプスソックス by タニア・バーリー。ニュアンスのあるストライプが可愛い靴下のパターンです。つま先と足裏が部分的に少し表情の違うストライプで、だんだんストライプが広がっていくような模様になっているかかとも編むのが面白そうです。靴下では珍しい8サイズの展開となっているのも魅力的なポイントかなと思います。第27位、シーウィッチ by カリン・ラグレリウス。ミステリアスな雰囲気の編み込み模様のプルオーバーです。模様は漁師の網や海に浮かぶブイや魚の骨といった海辺の風景からインスピレーションを得た模様なんだそうです。ヨークと袖で配色が反転していたり、脇に大きくスリットが入っていたり、さりげないディテールがモダンで素敵だなと思いました。編み方としてはアームホールのところにスティークが入るらしいので、糸はフェルト化しやすい糸を選ぶ必要があるとのことです。第26位、ザ・ノーザン・ヘミスフィア・スカイ by アリアナ・ソフィア。北半球の空というネーミングのすごく細かくてゴージャスなレース編みのショールです。パターンブックに載っていそうなハイクオリティなのに、ありがたいことにこちらフリーパターンです。ちなみにパターンはほぼほぼチャートになっているので、普段編み図に慣れ親しんでいる方にはむしろとっつきやすいパターンなんじゃないかなと思います。第25位、ロールエッジタンク by ジェシーメッドデザインズ。大胆なクロップド丈になっているスポーティーな印象のタンクトップです。裾がラウンドカットのシャツのような曲線状の形状になっていて、シンプルなデザインの中に程よいアクセントになっているなと思います。ネックラインとアームホールはフィット感がある感じでコンパクトなシルエットなので、ハイウエストやワイドシルエットのボトムスとすごく相性が良さそうなトップスなんじゃないかなと思いました。第24位、ちくばトップ by リディア・ヒュース。ワッフル地のようなカジュアルな雰囲気のキャミソールのパターンです。フィンガリングの糸を2本引き揃えた自圧な生地感かつワッフルのような凹凸のある編み地なので体型を拾いにくく、また太めのストラップもインナーに気を使わずに着れそうなので普段使いしやすいデザインなんじゃないかなと思いました。第23位、オー・ジョセフィーヌ by ケイト・ハービー。カラフルで元気な印象のカラーブロックのプルオーバーです。こちらフリーパターンです。インター車でありながら輪に編んでいくことができて、好きなようにカラーブロックを足していくこともできるという説明書きを読んでとても気になりました。
姪っ子のためにアマリートをたくさん使って編んだセーターがきっかけでできたデザインとのことです。第22位、ピエナールトップ by ビーラバリマキ。ヘルシンキアーバンヤーンショップクロール2024のためにデザインされたパターンで、太めのボーダー柄のサマーティーです。このボーダーはメリヤス編みのパートと透かし編みのパートが交互になった柄なので、カジュアルさとフェミニンが同居しているような優しい雰囲気を醸し出していると思います。パターン名のピエナールはフィンランド語で道端を意味するそうです。第21位、Once Upon a Socks by カロリーナ・アダムチック。靴下の中でおとぎ話が展開しているようなファンタジックな雰囲気の靴下のパターンです。パターン名もおとぎ話の定番フレーズ Once Upon a Time をもじった名前で遊び心を感じます。星空や恐竜や小さな家々のような具体的なモチーフとアラベスクのような模様との組み合わせになっています。また足の裏も違った模様になっていて、手が込んでいて大変そうなんですけど、飾っておきたくなるような素敵なデザインだなと思いました。26位の The Northern Hemisphere Sky ですが、このパターンには対になっているもう一つ別のショールのパターンがありまして、それがこの The Southern Hemisphere Sky という、こちらは南半球の空というパターンです。こちらもありがたいことにフリーパターンです。22位のピエナールトップですが、こちらはヘルシンキアーバンヤーンショップクロール2024のためにデザインされたということでしたが、フィンランドのヘルシンキにある毛糸屋さんを巡るはしごショッピングのイベントだそうです。インスタグラムの公式アカウントでその様子を見ることができます。こんな感じです。なんかショッピング以外にも公園の芝生で編み会が開催されていたりしてすごく楽しそうでした。20位から11位。第20位、マージョリーキャミソール by ベラ・ヘルムズ。センシュアルな雰囲気の漂うキャミソールのパターンです。パッと見すごくシンプルな印象なんですが、背中に開いたスリットの広がったフォルムとか、2本のクロスした細い肩紐などディテールに小技が効いているデザインだなと思います。より普段使いしやすいオプションとしてタンクトップタイプの肩紐や背中にスリットが入らないデザインが選べるのも嬉しいポイントです。第19位、ゼファープルオーバー by エミリー・ワイ・チェン。モヘアを使ったローゲージの編み地で不規則なリブが面白い質感のプルオーバーのパターンです。袖は裾広がりのタイプとまっすぐの2タイプから選べて、さらに半袖のオプションもあります。また裾も長めで深いスリットが入っているタイプの他に、クロップドや斜めになっているオプションも選べて、バリエーションが充実しているのも魅力のパターンです。第18位、ハトホルティ by アエギョーニット。大ぶりのダイヤ柄の透かし編みが涼しげなサマーティーのパターンです。ざっくり開いたボートネックやボックスシルエットでリラックス感のある雰囲気で、袖はスリーブレスですがドロップショルダーによって半袖くらいの丈感になっているというデザインです。指定糸はアランウェイトの太さなのでザクザク編んで完成が早そうなのも嬉しいポイントです。第17位、塗りソックス by アストリッド・ミュラー。和柄の青海葉を思わせる模様の靴下のパターンです。模様の美しさもさることながら、かかとやつま先にも一工夫ある感じで履き心地を試したくなるデザインだなと思います。かかとはマチ付きのショートローヒールで、足の甲が高めの方でもフィットするようなデザインとなっており、つま先は先端に向かってラインが入る装飾的なデザインになっています。また地模様の部分はチャートもついているとのことです。第16位、チュイルリーポロ by キム・ソーミン。夏に重宝しそうなポロシャツタイプのサマーティーのパターンです。小ざっぱりした透かし編みのラインが涼しげでおしゃれで、シルエットも程よくリラックス感のあるボックスシルエットです。
また糸の素材を変えれば秋冬にも対応できそうな形や編み地なのも嬉しいポイントかなと思います。パターンには動画説明もついているそうです。第15位、サンシャインセーター by H&N-MR デザイン。シルエットも綺麗でコーディネートしやすそうなメッシュワークのプルオーバーのパターンです。メッシュが細かいので露出感がそこまでなくて年代問わず着やすそうだなと思います。またシルエットはゆったりめなんですが、クロップド丈で袖は七分くらいになっているせいか程よくコンパクトな印象もあってだらっとならずにかつ快適に着られそうだなと思います。第14位、イエスシェフビーニー by メーガン・バビン。ザ・ベアというテレビドラマの新シーズンを記念してデザインされたというニット帽のパターンです。デザインのエレメントにドラマのキャッチフレーズや象徴するアイテムを盛り込んでいるとのことで、ファンにとっては共感性の高いパターンなのかなと思いますし、普通におしゃれなデザインだなと思いました。ちなみにこのドラマは日本でもディズニーチャンネルで見ることができるみたいです。放題が一流シェフのファミリーレストランというドラマだそうです。第13位、メドーブリーズスカーフ&ショール by パール奏法。ほんのり浮かび上がるジグザグの地模様が美しいスカーフとショールのセットのパターンです。こちらフリーパターンです。増し目と減目で作られている模様なのでケーブル模様のような見た目でありながら平面的で穏やかな雰囲気になっていると思います。パターン名から想像するに風が吹き渡る草原をイメージしたデザインなのかなと思いました。第12位、キックオフソックス by キャットクラウス。カラーワークのグラデーションがスタイリッシュな靴下のパターンです。こちらフリーパターンです。サッカーのドイツ代表チームのアウェイユニフォームに倣ったカラーパレットなんだそうで、普通に靴下のデザインとしても素敵ですし、サポーターグッズとしてもオリジナルな感じでいいんじゃないかなと思いました。第11位、トリケラトプス by クレア・ガーランド。今にも動き出しそうなリアルで可愛いトリケラトプスの編みぐるみのパターンです。角やくちばしのディテールが本当に細かくて圧倒させられます。こういうテイストの編みぐるみのパターンをたくさん生み出しているデザイナーさんで、お値段も比較的リーズナブルに出されているのですごいなと思います。こちらは平編みで作るプロセスみたいで、サイズは頭から尻尾までの長さがおよそ24センチというサイズ感です。14位のイエスシェフビーニーですが、ドラマのいくつかの要素がデザインに盛り込まれているということで、具体的にはまずアイテムがニット帽なのは登場人物の一人マーカスのトレードマークのニット帽から、そしてこの3本線のような模様は主人公がクマに襲われる悪夢を見るシーンからクマの爪痕をイメージしているそうです。またカフに入っているイエスシェフというロゴはドラマのキャッチフレーズなんだそうです。12位のキックオフソックスですが、カラーパレットの原型であるドイツ代表チームのユニフォームですが、こんな感じです。めちゃくちゃ再現性高くて同じカラー展開の糸をよく見つけたなと思いました。10位から4位。第10位、カリオペティ by サリー・ノルドランド。ギリシャ神話に登場するカリオペという叙情詩を司る女神の名前がついた上品な模様のサマーティーです。同じ模様でキャミソールのバージョンも同時にリリースされています。また長袖のバージョンも過去に出されているんですが、ヨークのところの模様が細かくて複雑なゴージャスな模様なんですけど、透かし編みが入っているのでさほど暑苦しい印象がなく、夏のウェアとしても応用の利くデザインなんだなと思いました。第9位、クロサンドラベストアダルト by ナシュアサクル。裾のスカラップがロマンチックな雰囲気のオープンベストです。脇を留めているアイコードのリボンも可愛らしいディテールだなと思います。編み地はガーター編みで糸の太さもバルキーなのでサクサク進めて早く完成できそうなのも嬉しいですね。
クロップド丈なのでワンピースなんかと合わせると可愛くなりそうです。またこちらのパターンはキッズサイズでもリリースされているので、お子さんとのお揃いコーデにしてもとても可愛いんじゃないかなと思いました。第8位、デューンドリフターショール by ウール&パイン。透かし編みの模様がストライプ状に入ったシックな印象の三角ショールのパターンです。フェミニンに傾きがちな透かし模様をマスキュリーな雰囲気に仕立てていて、性別年代シーン問わず身につけられそうな、1枚持っておきたいと思わせるデザインなんじゃないでしょうか。覚えやすそうな模様なのでモバ編みにも向いてるんじゃないかなと個人的に思いました。第7位、ポンテトップ by クセニアナイディオン。ゆるっとしたシルエットのトップスのように見えるサマーポンチョのパターンです。ボディの両サイドが完全にオープンなので、体型をカバーしながら涼しく着られるのが嬉しいアイテムだと思います。編み地もいろいろなステッチで飽きずに進められそうな模様です。この模様はイタリアのベネチア地方によく見られる橋のデザインにインスパイアされた模様ということです。第6位、リッケティ by サリーノルドランド。エレガントな雰囲気のジグザグ模様の編み地のサマーティーのパターンです。ボックスシルエットでドロップショルダーのゆったりしたサイズ感ですが、ウエスト周りの太めのリブがフィット感があって程よくきちんとした印象になっていると思います。シェブロンステッチという渡り糸の出ない技法でジグザグのストライプになっていて、この部分はチャートもついているとのことです。ちなみにパターン名のリッケはスカンジナビアの言葉で幸運と幸福を意味するそうです。第5位、ストライプフェザーショール by パスキュアリデザインズ。羽衣のように軽くて透明感のあるショールのパターンです。2色のモヘアを交互に使った編み地で、遠目で見ると色が混じり合って見えて、近くで見るとストライプという見る距離によって表情の違いが面白いデザインです。形は台形でおそらく増し目をしながら上に向かって編んでいくと思うんですが、装飾的なアイレットの増し目のラインがデザインのアクセントとしても効いていると思います。第4位、トゥファカウル by キャサリン・ソルターバイヤー。繊細な模様で使いやすそうなデザインのカウルのパターンです。フィンガリングとレースウェイトの2本の糸を使用するらしいんですが、引き揃えではなくて段ごとに滑り目をしたりしながら糸替えして編んでいくようです。奥行きを感じさせる新鮮な印象の模様で、パターン名になっているトゥファというのは石灰岩の一種で、軽石のように細かい気泡が封じ込められたような質感の岩石で、その感じをイメージした模様なのかなと思います。10位のカリオペティですが、このパターンの長袖バージョンはサリさんのパターンブックでソフトリータイムレスニッツというこの本の中に同じ名前のカリオペプルオーバーというパターンでリリースされています。こちらは袖のリブのところにも装飾的な模様が入っていて、また違った印象で素敵です。8位のデューンドリフターショールですが、このショールは前年にリリースされたこちらのデューンドリフタートップというサマーティーのパターンの裾の部分に入っているのと同じ模様を全体的に配したデザインとなっていて、トップスとセットでも楽しめるんじゃないかなと思いました。第3位、シンプルレースソックセット by ニットオンデザインズ by デブ・バッキンガム。3つのデザインがセットになったお得感のあるアンクルソックスのパターンです。それぞれ画像を左からフロンド、パーカー、ラヤと名付けられているんですが、葉っぱのような模様のものとシンプルな縦ラインの模様のもの、そして細かいテクスチャーの地模様のようなデザインのものとあり、全て透かし編みの靴下となっています。パターンにはチャートはついていないとのことですが、スキルレベルは初心者からとなっており、交差編みを含まないとのことなので、編み方も優しくて楽しく進められそうなデザインだなと思いました。第2位、トルスタタンク by レベッカ・クロー。
一つのパターンでいろいろなデザインが楽しめるオプション満載のスリーブレストップスのパターンです。ネックのデザインがクルーネックのタンクトップと V ネックのタンクトップ、そしてキャミソールから選べて、タンクトップのバージョンでは糸の太さも DK またはフィンガリングから選ぶことができるということです。また胸の豊かな人向けにバストのシェーピングオプションもついているとのことです。プレーンな形なのでいくつあってもいいし、糸の太さを選べるというのはあまりないありがたいオプションだなと思いました。第1位、バルハラカーディガン by ヨハンナ・シュッツ。細かな刺繍が散りばめられたカーディガンのパターンです。天体をテーマにした星座や星屑などのロマンチックなモチーフの刺繍です。このモチーフのテンプレートもパターンに掲載されており、また写真解説もついているようです。カーディガン自体は刺繍を邪魔しないように極力シンプルなデザインになっています。フィンガリングウェイトのハイゲージの編み地でベーシックな形の V ネックカーディガンです。前立てと裾はダブルになったメリヤス編みでシームレスな感じになっています。はい。ということで今回は6月にリリースされたパターンの中から30個、お手紙ヤギが個人的に気になった厳選パターンをランキング形式でご紹介しました。6月はおよそ6000件のパターンが新規に登録されていました。今回も動画では30個のパターンをご紹介しましたが、実際には気になったパターンがもっとたくさんあったので、動画では紹介しきれなかったものはラベリーのバンドルにまとめています。気になった方は概要欄のリンクからぜひアクセスしてみてください。それでは最後まで見ていただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。